アブーバルザ・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によれば、アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれサッラッラフアライヒワサッラムは、イシャー、夜の礼拝の前に眠ること、そしてイシャーの礼拝の後に、世間話などの雑談をすることを嫌われました。サヒーフ・アルブハーリー第568伝承。ハディースの解説、シャルフ・アル・ハディース。このハディースは、イシャー、夜の礼拝の後に話をすることの嫌悪性、マクルーフ、忌避されることについて説明しています。ただし、それが何らかの利益、マスラハにかなうものや、良きことに関する会話である場合は例外とされます。この根拠として、サヒーフ・アルブハーリー第568伝承及び、サヒーフ・ムスリム第647伝承において、アブーバルザ、アッターが彼を喜ばれますようにの伝承により、アッターの使者、彼にアッターの平安と祝福あれサッタッターフ・アライヒワ・サッタムは、イシャーの前に眠ることを、そしてイシャーの後に、世間話などの雑談をすることを嫌われたと記されています。イシャーの前の就寝が忌避される理由。イシャーの礼拝の前に眠ることが嫌われる理由は、深く眠り込んでしまうことによって、礼拝の時間そのものを逃してしまったり、あるいは、推奨される最適な時間帯、優先時間を逃してしまったりするリスクがあるからです。また、人々がこれを軽く考えてしまい、結果として集団、ジャマーでの礼拝を逃して眠り込んでしまうのを防ぐためでもあります。イシャーの後の雑談が忌避される理由。一方で、礼拝の後に話をすることが嫌われる理由は、それが夜更かし、夜長につながるからです。夜更かしをすると、睡魔に襲われて、夜間の任意礼拝、キヤーム・アルライルやその時間帯の少年、ズイクルができなくなったり、最悪の場合、翌朝のファジュル、暁の礼拝を許容時間内、あるいは最も推奨される最適な時間帯に捧げることができなくなったりする恐れがあります。さらに、夜更かしは日中の怠惰の原因となり、宗教的な義務や善行、さらには現世における有益な諸活動、仕事などに悪影響を及ぼすからです。例外となる、良き会話とは、学者たちは次のように述べています。イシャーの後に忌避される、会話とは、特段の利益や必要性のない世間話、無駄話のことです。したがって、明確な利益や善の目的がある会話については、全く忌避、マクルーフされません。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。宗教的な知識、イルムの相互学習や復習、徳高き先人たち、サーリヒーンの逸話の語り合い、客ゲストや新婚の伴侶を退屈させないための歓談、夫婦間や親子の絆を深めるための和やかな会話、及び必要な相談、旅人、旅行者たちが自分たちの荷物や安全を守るための打ち合わせ、人々の間の和解、仲裁のための話し合いや、良い取りなし、仲介、完全懲悪善を進め、悪を戒めることや、具体的な利益への指導、助言など、これらすべてのケースにおいては全く問題、嫌悪性はなく、その一部については神聖なハディース、サヒーフによる直接の根拠があり、残りの項目も同じ意味、文脈として包括されます。なお、ここで言う、イシャーの後とは、時間の到来後ではなく、実際のイシャーの礼拝を終えた後を意味します。学者たちの間では、上で述べたような、良きことを除き、イシャーの礼拝の後に雑談をすることは忌避されるという見解で一致しています。前述のまとめ、結論。イシャーの礼拝の後に話をすることは、何らかの利益、マスラハや必要性がある場合には、忌避されることなく、合法、許容となります。もし利益がない場合は、忌避、マクルーフとみなされますが、それは、禁止、ハラームという意味ではありません。ただし、会話の内容自体が、陰口ギーバーや、他人の中を引き裂く告げ口、ナミーマなど、イスラーム法でもともと禁止されている事柄である場合は、当然ながら厳格に、禁止、ハラームとなります。